士師記6章11節から14節。さて、主の御使いが来て、オフラにあるテレビンの木の下に座った。これはアビエゼルの人ヨアシュのものであった。その子ギデオンはミディアン人に奪われるのを免れるため、酒舟の中で小麦を打っていた。主の御使いは彼に現れて言った。勇者よ、主はあなたと共におられます。ギデオンは彼に言った。私の主よ、お願いします。主なる神が私たちと共においでになるのでしたら、なぜこのようなことが私たちに降りかかったのですか？先祖が、主は我々をエジプトから導き上られたのではないか、と言って語り伝えた驚くべき見業はすべてどうなってしまったのですか？今、主は私たちを見放し、ミディアン人の手に渡してしまわれました。主は彼の方を向いて言われた。あなたのその力を持っていくがよい。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができる。私があなたを使わすのではないか。7章9節から15節。その夜、主は彼に言われた。起きて敵陣に下っていけ。私は彼らをあなたの手に渡す。もし下っていくのが恐ろしいのなら、従者プラを連れて敵陣に下り、彼らが何を話し合っているかを聞け。そうすればあなたの手に力が加わり、敵陣の中に下っていくことができる。彼は従者プラを連れて、敵陣の武装兵のいる前線に下っていった。ミディアン人、アマレク人、東方の諸民族は、イナゴのように数多く、平野に横たわっていた。ラクダも海辺の砂のように数多く数えきれなかった。ギデオンが来てみると、一人の男が仲間に夢の話をしていた。私は夢を見た。大麦の丸いパンがミディアンの陣営に転がり込み、天幕まで達して一撃を与え、これを倒し、ひっくり返した。こうして天幕は倒れてしまった。仲間は答えた。それはイスラエルの者、ヨアシの子、ギデオンの剣に違いない。神はミディアン人とその陣営をすべて彼の手に渡されたのだ。ギデオンはその夢の話と解釈を聞いてひれ伏し、イスラエルの陣営に帰って言った。立て、主はミディアン人の陣営をあなたたちの手に渡してくださった。はい。一つの証拠としては、例えば週3回、Amazon とかの宅配便が送られてきますけれども、その対応するために、ドア、ベルが鳴らされて、荷物を受け取ります。So change can affect us in different ways. 変化というものは違った風に影響を及ぼしていることということです。Every year for the Free Methodist Mission, I have to fill in a form to tell them whether I have lived a holy life. そして、また、他の例ですけれども、フリーメソジストの教団から、毎年、一つの、用紙が届きます。それに対して、神聖な生活を送っているということを、誓いを立てるという、そういう書類を記入して返すということです。The reason for this is because now with the internet, some pastors were watching pornography online. そう思いますね。そういうのが始まった理由というのが、宣教師さん、国産の中にはですね、オンラインで、これを見ているということが、きっかけだったと。And that's because they wouldn't go to a bookstore and buy pornography, but online it was secret, so they could be tempted. 本屋さんに行ってそういうものを買うということは、もちろんないわけですけれども、オンラインだと、わからないんですね。ですから、どうしても誘惑に負けてしまう。So life is full of opportunities and choices. 人生というのは、様々な機会、それから選択が与えられます。And so now, because of COVID, we don't go shopping a lot. We buy a lot online from Amazon. 今、このようなコロナ禍の中で、実際にお店に行くよりも、例えば Amazon とかで、オンラインで買い物をします。
And so, ベロのなるとき、私いつも、ある袋を作る、その袋の中に何があると、クッキー、飴とか、感謝のことありがとうございます。そう、3、4回毎週、ちょっと、伝道できる家でね、外でいないと、家でできる。And, so 昨日の夜ある女性来ました。私は、ちょっと待って、これ持ってきまして、彼女は、すでにもらいます。スナックです。彼女は、ありがとう。そう、すごくチャンスですね。So, what kind of activities does God want us to be involved in? では、神様は私たちにどういう活動をしなさいと言っているのでしょうか。So, there are personal situations and interpersonal situations. その行動には、個人的な一人で行うことと、それから他の人に対して、他の人と一緒にやるものと、両方二つあります。So let's look at some of the personal situations. まずは個人的にできる行動というものを見てみましょう。So, 1 Thessalonians chapter 5, rejoice evermore. 新約聖書ってテサロニケどれまでに対して対象ではですね。これ実はその聖書からの話が出てくるんですけど、まずそこにあるのは、いつも喜んでくださいというふうに書かれています。そこでも、まず行動が求められています。In verse 17, it says, pray without ceasing. ActionRequired. そしてまた、その17節のところですが、絶えず祈りなさいというふうに書かれています。ここでも行動が求められます。Matthew 22, you shall love the Lord thy God with all thy heart and thy neighbor as thyself. マタイ22章では、神を愛しなさい。そしてまた、私たちと同じように隣人を愛しなさいというふうに、書かれていますけれども、行動が求められます。And Exodus 20, you shall keep the Sabbath holy and do no work. そしてまた、出エジプト記の20章では、安息日を守りなさい。その日はまだ休んで祈りなさいというふうに書かれています。And of course, there are interpersonal situations. How blessed on the mountains are the feet of those who bring good news, Isaiah 52. そしてまた、一人のことではなくて、他の人との関係でも、例えば、いかに美しいことが山々を行き渡り、良い知らせを伝えるものの私は、というふうに、旧約聖書にも書いてあります。So evangelism also has action required. すなわち、伝道というものは、行動を必要とするものです。So we see that our life is God, either resting or working, it's not boring. そして、ここでわかるのは、神様と共にいる生活というものは、決して退屈なものではなく、常に働いているということになります。I have a funny story for you, and I thank Nagaoka-san for working with the Gideons. これちょっと面白いお話をしたいと思います。長岡さんに対して、ビデオの働きをされていることを、そういう話をしています。I often meet an older gentleman in Furukawa-san when I go to Starbucks. 私がスターバックスに行くと、いつも古川さんという、高齢の方にお会いします。I gave him a New Testament, a Gideon's New Testament one day, and he's recently had a stroke. 私は彼に対して、そのギデオの新約聖書をお渡ししました。そして、その古川さんは最近、脳梗塞を患いました。So, because of the stroke, he speaks loudly. So he says, "Oh, you are a Christian!" 古川さんは脳梗塞を起こしましたので、どうしても
話す言葉、声がすごく大きくなります。So, これはスターバックスで、ごめん。スターバックスですけども、あなたはクリスチャンなのですかって大きい声で言います。And then he says, thank you. 選手にありがとうございます、選手So he did the evangelism that day. つまり、その日、私の代わりに伝道してくれたということです。So I've been praying for the Lord to touch his heart. 私は神様に祈っています。神様がどうぞ古川さんの声に触れるように。And for me, some more action was required. で、私にとっては、もう少し行動が求められます。But when I acted, God did bigger results than I expected. 私が行動を起こすときに、私が期待している以上のことを神様は与えてくださいます。And we see this many times in Scripture. そして、このことは聖書、いろんなところで書かれています。And so we see that in today's story with Gideon, the Lord did more than Gideon thought. そして、今日お話しするギデオンの箇所では、同じように神様がギデオンに対して、彼が期待していた以上のことをなしてくださいました。And so action is done for different reasons. 行動というのは様々な理由のために行っています。Sometimes people are forced into action. あるときは、そうせざるを得なくて行動に移ります。Other examples are people who take action upon themselves. あるいは、他の場合には、自分たちで決めて行動をします。So King Jehoshaphat was being attacked by three enemies. He was forced to act. シュパト王が敵に襲われたとき、攻撃されたとき、行動を移さざるを得ませんでした。In 2 Chronicles 20, he sends out the Levites to sing before the enemy. その際、軍隊の前で、レビ人の聖歌隊を送りました。Contrary-wise, Jonathan wasn't forced. He chose to attack the Philistines. それとは逆に、ヨナタンは自分で行動する、強いられたのではなく自分で行動することをやりました。Another variety would be people who God brings an opportunity their way and they decide to act, but it depends on the situation and the conditions and other people. そして、3つ目のパターンとしては、神様が行動を起こすように、その機会を与えられますけれども、その行動を起こす前に、その状況だとか、あるいは条件が、その条件とか、状況を前提としてその行動を起こすというのがあります。They don't want to act in faith alone. 信仰のためだけに行動するというわけではないわけです。So Barak, for instance, he wouldn't go to battle unless Deborah went with him. 例えば、バラクはデボラが一緒に行くということがなければ戦いを向かうことはありませんでした。And Gideon wanted a wet fleece or a dry fleece before he would believe God. そしてまた、ギデオンは神様に従う前に濡れている、あるいは乾いている、両毛ですね。その印を持っていました。And so today's story is about Gideon. 今日の話はというわけで、ギデオンについてです。He reminds us of a figure in literature called the reluctant hero. ギデオンというのは、例えば文学作品における消極的な英雄というふうな言い方ができるかもしれません。So a reluctant hero is an unlikely hero. They are weak, either in body or spirit or mind or decision.
この、消極的な、英雄というのは、あまり英雄らしくないわけです。体か、あるいは精神、等がですね、非常に弱いわけです。They don't want to be a hero, and they don't see themselves as a hero. その人たち自身別に英雄になりたいとは思っておりませんし、また、自分たちのことを英雄であるというふうにも見なしていません。And it was like that for Gideon. それはまさしくギデオンです。Look how the story begins. どのようにその話が始まるかを見てみましょう。He meets an angel of the Lord who calls him a mighty man of valor. まず最初に主の使い天使と出会います。そしてその天使がギデオンのことを力ある勇士というふうに呼びます。It's possible he was an idolater. ギデオンは誘導する解釈というふうに見なすこともであるという可能性もあるわけです。And he says he's from a small family, an unimportant family, and he's the youngest of the sons. ギデオンは非常に小さい家族の出身であり、また、その、兄弟たちの中でも最も重要ではないという位置づけでした。Gideon doesn't think of himself as a hero. ギデオンは自分のことを英雄であるとは考えていませんでした。He has a weakness. Can you tell what it is? 彼は弱みを持っていました。何だかわかりますか？ He has fears and doubts. 彼は恐れと疑いを持っていたのです。He doubts the Lord is with him because the Lord is ignoring Israel. まず、神を疑っていました。というのも、神様がイスラエルを見つけたからです。He doubts that he has heard from God. また、神様からの言葉を聞くということについても疑っていました。And even when he's sure he's met an angel, he still doubts. また、神様の使いである天使と会った時でさえ、まだ疑っていました。And even though God commissioned him, twice he asks God for a sign. 神様がギデオンに対して約束をしたにもかかわらず、二度にわたって印を求めました。But this is looking at things negatively. しかし、このような見方はちょっと否定的に見ていることになります。So let's be positive. もう少し、積極的な、肯定的な見方をしてみましょう。The Lord calls Gideon a mighty man of valor. 神様はギデオンのことを力ある勇者というふうに呼びました。Gideon cuts down the altar and the grove of trees of Baal. ギデオンは、バールという異教の神の祭壇、それからまた木で作られていたその偶像ですね。それをし倒しました。He sends out to other tribes and he gathers 32,000 men for war. ギデオンは他の部族に死者を使わして、戦いのために32,000人の人々を集めました。Then he obeys the Lord and sends most of them home. そして、神様の言う通りに従って、その多くを家に返しました。And then he obeys the Lord with this crazy plan of 300 men and horns and torches. そして、神様の無謀とも言われるような計画、すなわち300人戦い、そしてまた、松明と、角笛で、その、神様の計画に従いました。And he worships the Lord after hearing the Midianites' dream. そしてまた、メディアン人のその夢を聞いた後で、神様を崇拝しました。And he follows through with the plan. そしてその神様の計画に従いました。So the story of Gideon is a great illustration of fear, doubt, and obedience, and victory. したがってこのギデオンの話というものは、恐れ、疑い、集中、そして神様の勝利
この、とても良い例。Another way to say it would be fear, doubt, action required, obedience, and victory. 別の言い方をしますと、この、それだとか、疑いだとか、行動というものがあって、神様に従う、神様の勝利というものがもたらされるということになります。So let's hear a little more of the story. もう少し、ビデオの話を続けましょう。And we'll look at 7章19節から22節まで。そこをお読みします。ギデオンと彼を率いる100人が、深夜のサラの初めに、敵陣の端に着いたとき、ちょうど保証が位置についたところであった。彼らは角笛を吹き、持っていた水がめを下る。三つの小隊は揃って角笛を吹き、水がめを割って、松明を左手にかざし、右手で角笛を吹き続け、主のために、ギデオンのために剣をと叫んだ。各自持ち場を守り、敵陣を包囲したのに、敵の陣営は至るところで総立ちになり、叫び声を上げて敗走した。300人が角笛を吹くと、主は敵の陣営の至るところで同士打ちを起こされ、その軍勢はセレラのベト下まで、またタバトの近くにアベルメホラの境まで逃走した。So let's look again at the action required. ここで求められた行動というものを持ち解けてみましょう。God presented himself at the tree of Ophrah. オフラの橋のところで神様が姿を現しました。He calls Gideon a mighty man of valor and tells him that what he can be if he follows God. そしてギデオンを力ある勇者というふうに呼び、ギデオンに対して、もし神様に従うならば何ができるかということを伝えました。Gideon questions the way of God, mentioning the people's trouble. ただ、ギデオンは神様の行おうとするその方法に対して疑問を抱きました。というのも、イスラエルの民が様々な苦難に遭っていたからです。Gideon verifies he's heard from God. しかし、ギデオンは彼が神様から神の声を聞いたということを証明しました。Gideon destroys everything, all the bad influences in his life. そして、ギデオンは他の神々が彼の人生に与えた影響、その全てを破壊しました。Gideon calls others to help rid themselves of the evil influence in their lives. そしてまた彼は他の人に対しても悪い影響やそういったものを取り去るようにというふうに求めました。And Gideon makes sure God is involved in the plan. そしてまた神様がその計画に全てを担っているということを信じました。Gideon follows through with the final action required and surrounds the enemy. そして、ギデオンは、神様に作られた通りに最後の行動を起こし、そして敵を包囲しました。The enemy destroys itself. 敵は自滅しました。God gives the victory. 神様が勝利を与えられたのです。So some victories are easier than others. このように、いくつかの勝利というものは、時には他の勝利よりも簡単なことがあります。In this story, God brings a victory with only 300 people. この話では、神様はたった300人の人々で勝利をもたらしました。And the victory wasn't won because they were strong or skillful. この勝利がもたらされたのは、その300人が戦術に長けているとか、あるいは屈強だからというわけではありませんでした。In fact, the enemy fought themselves. 実際のところは、敵自身が自分たち同士で戦ったという。The victory was won because the people of God were obedient. この勝利がもたらされたのは、神様に従う人々
が非常に従順であったのです。God wanted to show them that the victory is in following God. 神様が彼らに示したことは、勝利というものは神様に従うことによって得られる。And since that time, nothing has changed. その時代以来何も変わっていません。Malachi 3:6, I am the Lord, I change not. 誠に主である私は変わることがないというふうに聖書も書かれています。And so for us, the victory comes in trust and obedience. このように私たちに対しての勝利というものは神様に従い、神を信じることで得られるのです。So let's imagine the Lord is sitting over here under the tree of Ophrah. どうぞ想像してみてください。神様が私たちと一緒にオクラの木の下でここに一緒にいてくださるという。And you come walking by and the Lord calls out to you. そして、皆さんが近くを歩けば、神様が皆さんに働き、声をかけます。Can you hear him? その声が聞こえますでしょうか？ He says, Iwasan, Inko-san, Makoto-san, Cho-san, Sato-san, Kawai-san, Yoshiko-san, you mighty warrior of God. 神様が呼びかけているのは、今、名前を呼ばれたような方々に対して、その、力ある戦士である勇者だというふうに、そのように呼びかけている。So you stop and you look into his eyes and you say, 従いまして、立ち止まって、そして、神様の目を見て、そして言ってください。So 最後のこと、私たちによって違います。Amen.